どうもともそやです。前回動画はブラジルのフロリパからウルグアイ国境まで4日間でたどり着けるのか、10回以上のヒッチハイクや野宿、これぞバックパッカー旅。今回から日本人バックパッカーのほぼほぼが行かないウルグアイのマイナーな場所巡りが始まる。もちろん現地人おすすめの場所で、まずはロチャ州にあるラッパロマからスタート。はい、どこやねんそこ。さあ今日も変わらずヒッチハイク。ウルグアイといえばもちろん待て。ほらーたまには宿に泊まらせてください。どうもともさチャンネルです。オラコモエスタス。ウルグアイの動画一発目。現在ね、ウルグアイのロチャっていう場所のラ・パロマっていうところにいます。どこやねんそれってみんな思うかもしれません。まあただロチャ、ラ・パロマに関しては 99% が知らないっていうわけではなく、多分日本人バックパッカーの 80% 以上が行かない場所程度の位置づけだと思います。ちょっと隠れた穴場的な感じですね。まあ地元民にいろいろ聞いたんですよ。ウルグアイだったらどの辺がおすすめなんって聞いたら、みんなねやっぱりロチャって言ってたんですよね。でロチャでもいろんな場所があってラ・パロマを選びました。どういう雰囲気かっていうのを今回の動画でちょっとね知らせていきたいと思います。ウルグアイに関しては、まあ、マリファナが合法だったり、世界一貧しい大統領がいたみたいな。あとはね、サッカーが有名だったりとか、まあそんな国ですね。で、来てみて初めてわかることで、本当に田舎ですね。マジで。パラグアイみたいな感じ。海があるパラグアイって感じですね。でウルグアイ入国して、まあ4日目なんですけど、もうずっとね、キャンプ、自炊とかそんな感じ。ヒッチハイクで、まあかなり節約して移動してきたんで、今日だけはちょっと泊まらせてもらおうかなと思って一応ねホステル予約しました。そんな感じでちょっとねラ・パルマの雰囲気を皆さんに見せてく。まずね初手なんですけど、とりあえずねホステルにおる人に聞いたら、ラ・パロマのおすすめ場所はこのホステルの目の前のビーチです言われたんですよ。なんでもうそこね初手で行きます。でこのビーチに関してちょっと調べたら夕日がかなり有名みたいですね。で時間的にはね今5時なんでまだ夕日には早い時間なんですけど、まあとりあえずねなんか空曇ってるしあんま綺麗な夕日も見えなさそうなんで、まあとりあえずビーチ行きますわ。でラ・パロマなんですけど、スペイン語でラ・パロマ、日本語、まあ、直訳すると鳩っていう意味です。なんでこれ鳩の街ですね多分。鳩まだ一匹も見てないけどな。まあそれにしてもねホステル来るまで歩いてきたんですけど、かなりトランキーロな街並みで雰囲気マジでいいんですよ。トランキーロな街並みのビーチタウンって感じで、海だけじゃなくて池もあるんで、まあ多様なね鳥とかもおるっていう感じな街ですね。あとはなんかホエールウォッチングができたり、サーフィンを楽しむ人がおったりっていう感じの街。物価は若干やや高めですね。なんかおでこで出てるが卵みたいさ。ゆで卵食べたくなってきた。ちらほらいますね人は。今なんかここに置いてあったジュース勝手にちょっと飲んだんですけど美味しいですわ。マンゴーとみかんの味。こういうジュースねスーパーで買うと高いんですよ。ウルグアイマジで物価高いですからね。ほんまにびっくりした。ブラジルで結構いろいろ買ってから来たんで、初日2日目は何もね買わんかったんですよ。で3日目ぐらいにスーパー入って買い物した瞬間ウルグアイ出たくなりましたからね。あかん、この国早く出なあかんって。はい、おすすめのビーチプラヤバルコナーダ。おー、釣りしている人がたくさん。サーファーは一人もいません。人も少ないような感じですね。でなんかね先週ぐらいまでが結構人ピークでおったらしいんですよ。季節的に今はなんかちょっとオフシーズンに入りかけてる的な感じかな。こうやってはっちゃけた雰囲気が一切なく静けさが漂う海って感じ。ビキニギャル全然おらんし、ブラジルのパンデケーシュがいっぱい落ちてるみたい。せっかくなんで温度チェックしときます。おー、割と波強め。うわーまあまあ冷たいな。なんかキンキンに冷えてないビールと同じぐらいの温度。キンキンに冷えてないビールと同じぐらいの温度ね。キンキンに冷えてないやつみんなやってました？水切り
シューみたいな、何回水切りできるみたいな感じのやつ、最近全くやってないな。まあそれは海外でそういう水切りとかそういう遊びやることないし。で見てこれ水切りされるためにね生まれてきたような石ですね。ビーチ沿いにビルヘンの像もなかなか珍しい。なんて表現したらいいか分からんけど、この岩一つ一つがすごいなんか優しい色してますわ。なんて表現したらいいか分からん。さあ皆さん、ここでクエスチョン。そもそもはこの新しい海で何回水切りをできるのか。てる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 てー。久しぶりに全力で物投げたから肩めげたわ。肩めげたわ泡弁です。このねマテを飲んでる雰囲気がザ・ウルグアイって感じですわ。基本アルゼンチンもそうですけど、人々ね歩きながらマテをね飲みますからね。ラ・パロマのモニュメント発見、なかなかユニークなデザインで可愛らしい。この灯台結構観光ポイントなんですけど、まあね土日しか空いてないんですよ。しかもお金が若干かかるっていうね、35。この上に登って見る景色、夕日がすごい綺麗って教えてくれました、お姉さんが。せっかくの観光ポイントなのに毎日オープンしてくれよと思うけど、やっぱりまあマイナーな場所なんで観光客が少ないんでしょうね。で次はプラヤエルファロという場所。波はまあ若干さっきと同じような感じ、すごいね。組体操の左下におるやつ。まあさすがに寒いし風強いし泳いでる人は一人もいません。まあ現在3月3日、僕の母さんのお誕生日おめでとう。まあ3月3日なんで秋が始まったぐらいの感覚なんですよ、ラテンアメリカ。海で泳ぐっていうよりかは海に来てのんびりみんなでマテを飲むみたいな。海ばっかり飽きました。プラヤバイヤチカとはなんか女性とか女の子みたいな意味。ここはね比較的波が緩いんで家族連れでなんか泳ぐのに適しているようなビーチ。雰囲気なかなかええやん。家の一つ一つの雰囲気がかなりおしゃれ。こんな感じで、おそらくセントロにやってきた。誰もいない。一人おるけどやばいな、ゴーストタウンみたいな感じなんやけど、それにしても月曜日やからか誰もいないね。なんとも言えない価格帯だ。なかなかおしゃれな雰囲気なお店ですね。ウルグアイのハート型のマグネット140ペソ。絶対に1回は食べようと決めているウルグアイ名物のチビート580ペソ。無理。今まで見てきた中で一番小さい卓球台。さあここのレストランはどうか。チビート980ペソ。皆さんお金は大切に使いましょうね。この町のイグレシア、レンガ造りです。この家の雰囲気もいいね。やっぱウルグアイは割と物価高いな。卵6個でオチェンタペソ言われた。ホステルにいた女の子が一押ししてたお店、このお店で何かを買いましょう。ちなみにさっき僕が飲んだマンゴーナランハのジュースは118ペソ。ラーメン1つは15ペソでそんなに高くないかもしれない。あかん、安いのか高いのかがわからん。180ペソ、高いでしょう。これは安いわ、29ペソ。グリーンピース、トマトの缶詰54ペソ。やばい、何も買わずに出てきてしまったよ。玉ねぎだけでも買っとくかのノリで玉ねぎ2つ買って12ペソでした。キロで換算したらキロ39ペソ。超久々に豚肉購入、オチェンタペソ。これぐらいの量で、こうやって見ててずっと思ってたんですけど、2階建ての家がない。かなりねどの家もねおしゃれ、新しいタイプの雰囲気いい感じ。チップスに誰が1200円も払うんや。魚の缶詰オペレッタで61ペソ。ペプシ2リットル137。
キャンプヒッチハイクの繰り返しでかなり疲れてるんで、久しぶりにビール購入したんですけど、うわーもうね、ビールがめっちゃ高く感じる。パラグアイ、ブラジルと来てかなり安かったんですよ、ビール。ここでウルグアイのねビールの値段見てね、ちょっとひよって1本しか購入できませんでした。またまた雰囲気最高。皆さん夕日をバックにチルタイムを過ごされてたようですね。そして現在ね、ホステルのキッチンで料理してるんですけど、高い金払って買った玉ねぎがちょっとね傷んでるって、なんか腹立つな。完成しました。今日の主役はビール、もちろんビールからのご飯と豚肉、超久しぶりの豚肉です。普段は節約してて鶏肉ばっかりなんでね。いただきます。男の情熱手料理、いただきます。お手並み拝見。ビールうまー。まさかのブラジルビール。まあウルグアイのビールは今度飲みます、乾杯忘れとった。めっちゃうまい。久しぶりの生ビール。もうね、全てが最高すぎる。久しぶりの宿やし、久しぶりにシャワー浴びたし、久しぶりにビールやし、久しぶりに豚肉やし、もう最高。オレガノ使いました。ちょっとおしゃれ。そりゃ当然うまいですよ。ここを使って作りました。この情熱料理です。おかわりなんですけど、情熱入りすぎてお米焦げちゃってます。料理への熱が強すぎたな。おはようございます。久しぶりのふかふかのベッド、とっても気持ちよかった。でね、4人組の部屋なんですけど、今んとこ2人しかおらんくて、隣は女性だったんですよ。テンション上がりますね。けどまさかのおばちゃん、しかもスペイン語を話すことができないおばちゃん。空が曇ってて雨が降りそうです。今日はまずはホテルの紹介から。もうなんか湖見に行けんな、こんな天気だったら。入った瞬間に受付とこんな感じでキッチンがあります。キッチンはまあやや広めですね。電子レンジがあったり、ミキサー、ケトル、いい感じに揃ってるキッチンです。点数は高めですね。結構お鍋とかフライパンとかもあるし、トイレはこんな感じ。普通にお湯は出ました。コインロッカーもあります。誰も使ってなさそうな雰囲気やな。こんな感じでバルコナーダルームスというホステルですね。1泊560ウルグアイペソ、割と安め。そんなめっちゃ安いことではないけど、ウルグアイの中では結構安めのホステルです。でこんな感じで2階に行ったら共用ルームがあって、昨日は僕はここでね、男の情熱料理を食べました。2階からの見晴らしはこんな感じでオーシャンビューって言いたいとこなんですけどね、この向こうがオーシャンビューなんですよ。ちょっと惜しい。十分こっからでも朝日は見ることができますよ。知らんけど。いや、見えんか、さすがに見た感じカメラがないので、男女共同ルームで仲良くなった女の子とこの場所でイチャイチャすることができます。共同ルームは2階だけではなく、1階のね、玄関の横にもこうやってね、のんびりすることができる場所もあります。さすがに陽キャラが集まるようなパーティーは禁止とは言ってましたわ。パーティー禁止ってもそこになんかバーカウンターみたいにあるけどな。アルコール飲料飲むのは別に禁止ではない言ってましたね。特にね、このホテルの悪いところ特にない。今んとこ見つからん。洗濯物も別に干す場所裏にあるし、特にないかな。でここがめちゃめちゃいいっていう感じのところも
ないし、夏になったらエアコンがつくかどうかとか、その辺はまだ全然わからないですね。とにかく普通っすわ。普通。点数で言うたら75っす。いや80っすね。別に悪いとこないんで、スタッフの対応もいいし。朝ごはん兼お昼ごはんはご飯と野菜をミックスしてカレー味にしたような料理を作りました。めちゃめちゃ安上がり。まあ1泊2日なんで、街をブラーっとして次の都市に向かいたいと思います。今バックパック担いで歩いています。それにしてもセントロなんでいろんなお土産物とか売ってますね。何もない。なかなか異国情緒あふれますね。これはおそらく販売しているのかもしれない。見て、今気がついたんやけどね、意外にもリスが多い。なんでここだけこんなにリスがおるん。いろんな野生生物を見ることができて癒される場所でもありますね、ラパロマは。さあ、この町のムセオに入ってみよう。カフェがタダだったらいいな。こんな感じの外観をしたムセオ博物館です。もちろんなことを観光客は自分のみで貸し切り状態。おっぱい丸出しの人魚姫。ラッパロマの都市開発だけではなく、ダイビングやサーフィン、海のことに関して焦点を当ててる感じかな。ウルグアイ人女性のジーパンがパンパン。ジーパンパンパン。クジラを中心に海の生き物についてたくさんの古い写真とか展示物がある。ちょっと男前なペンギンですね。それにしても観光シーズン終わってるし、もともと観光地としては穴場な方なんで、無料の施設だとしても誰も人がいないっていう貸し切り状態。それにしてもかなり涼しいですわ。暇つぶしにはもってこいの場所ですね。これおそらく人魚姫なんだろうけど、一応お尻あるんやな。お尻。今ね、アンドレスト公園っていうところにいるんですけど、これ見て、もうこのね、鳥の巣の規模よ。でかすぎやろ。下のが描くからイエイイエイ鳥の巣このでかい鳥の巣を見るだけでも多種多様なたくさんの野鳥がおるっていうのが分かりますね。でかすぎる。自然豊かな場所だ、ラッパロマは。海岸線に行ったらね、まだね、海のね、潮の香りがするし、何とも言えない気分になれます。あと公園内にはこんな感じのね、雰囲気の小さな家がポツポツある。多分これ貸し出ししてるんだろうな。ありがとうございます。プンタデルエステ到着。プンタデルエステ、意外にもかなりでかい街だった。さあ、今日はどこで寝ようか。テントどこで使えるかな。とにかく夕日に向かって進みますか、一直線。今日はこのビーチの近くにテントを張って寝るよ。みんなおはよう。今ウルグアイにいるよ。本日もこんな感じで朝が始まります。暑い。めっちゃ暑くなってきた。ちなみにテントを出るとこんな感じのシチュエーションが広がっております。オーシャンビューなのかな。こんな感じですね。人がいないからこそテントを張ることができる。たまにね、人にね見つかったら、運悪かったら通報されることもあるらしい。通報されたら警察が来て、ちょいテント張ったらあかんよって言われるだけらしいな。罰金とかはないって言った。こんな感じで服やパンツも干しておきましょう。ジャイク長にいただいたクッキー美味しい。でもコーヒーが欲しいな。こんな感じの景色です。風が強すぎてパラソル崩壊しとるやんけかわいそうに。ちなみにね、日光が強すぎて結構ね、バックパッカーはこういうところ来てもね、結構しんどいですね。
暑いんで。なんで僕はね、ああいう小屋あるじゃないですか。ああいう小屋の下、日陰になってるんで、ああいうところで結構ね、のんびりしたりしています。では皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ラ・パロマの動画どうだったでしょうか。ラ・パロマのね、総合的な感想を言って、今回はね、終わりにしたいと思います。ラ・パロマ、行く価値なし。まあ涼しい春秋冬に限ってはね、夏は皆さん行きましょう。そんな感じですね。まあ理由なんですけど、まずラ・パロマの売りとしては、まあたくさんあるビーチがやっぱり売りなんですよ。まあ結構ね、ブラジルもね、ウルグアイもね、いろんな箇所ね、ビーチあるけど、ラ・パロマはブラジルのリオデジャネイロとかウルグアイのね、他のね、なんか有名な都市と違って、やっぱトランキーロなのんびりした街なんで、のんびりした街、人があまり多くない場所でビーチを楽しむっていうのが売りなんで、バックパッカーがあんまりね、認知してないような都市になるんですよ。もちろんウルグアイの人らは、ラ・パロマいい場所やよ、いい場所やよ、みたいな、結構ね、言ってる人多いです。大都市とか、有名なね、観光地とか、そういうところに飽きて、なんかちょっと穴場チックなところをもう少し探検してみたいなっていう方にはかなりおすすめですね。街並みも綺麗です。で、宿自体もそんなね、手が出せないほどの金額でもなかったし、自分でも払えるぐらいの金額だったんで、もちろん治安もかなりいいんで、テントさえ持っていれば、もうその辺でね、寝ることできます。なんで貧乏バックパッカーからしても全然行けるところではないでしょうか。あとはね、そうですね、外食には気をつけてください。僕はもうね、値段を見てやめました。ウルグアイやっぱり物価高えって感じですね。ウルグアイやっぱり物価高いです。次はね、プンタデルエステの動画になるんですけど、プンタデルエステではね、またね、外食費ちょっと高いと思うんですけど、ちょっとね、なんかね、食べてみたいなと思ってます。有名な料理、チビートっていうのがあるんですけど、チビートね、僕ね、ヒッチハイクしてる途中にね、おっちゃんに聞いたんですよ。これ、チビートね、安いんでどれぐらいなんて聞いたら、500ペソ、600ペソ言われましたね。2000円超えるやんけとか思いながら。まあそんな感じの物価ですよ。まあ皆さんね、ウルグアイの穴場、ラ・パロマ。ちょっとでも興味を持った方はね、ウルグアイまで飛行機で、日本からね、ウルグアイまで飛行機で来て、ヒッチハイクして、ラ・パロマまでね、行ってください。では、そんな感じで終わりたいと思います。ラ・パロマから、アロハー。はい、おもんないな。ラ・パロマから約 30km 離れた場所にあるロチャ州のセントロ近辺に滞在した時の様子である。街の安全性も高く、茂みの中にちょうど隠れることができる場所があったので、そのままキャンプ生活。その辺に落ちている木を使っての火起こしもだんだんと慣れてきたよ。こんな感じで宿代や外食費を節約しつつ旅と休憩を楽しむともそうや。インターネットや電気を使えない時間を楽しむともそうや。大自然の中一人でのんびりと飲むコーヒーは最高。移動はヒッチハイクで、交通費はもちろん無料。まあそんな感じで、物価の高いウルグアイで、なんとかかんとか旅を続けながら動画も撮影していくよ。とりあえず何が言いたいかというと、チャンネル登録をしてほしい。そして、チャンネル登録した後にチャンネルの拡散をよろしく。次回ともそうチャンネル。ウルグアイの中でも少しリッチな観光客から大人気のビーチリゾート、プンタデルエステという場所、その近辺にあるプンタバジェーナやマルドなども同じく紹介。物価が高い国でさあどのように観光するのかが見もののウルグアイ旅動画。